ずんだもん。ビットコインで送金すると確認まで10分くらい待つわよね。ゆっくりなのだ。その10分の間、世界中のマイナーは何をしていると思う？ずっとパズルを解いてるのだ。勝てるのは一人だけ。そう。でもね、そのパズルを解くの中身は総当たりなの。ひらめきも近道もない条件に合う答えが出るまで片っ端から計算を試し続けるだけ。たくさん試した方が当たりに近づくのだ。それが変わらないの。サイコロと同じ。9回外したからって10回目に6が出やすくなったりしないでしょう。やった分が積み上がらないのだ。だから10分も時計で測っているわけじゃないの。世界中で試し続けて当たりが1回出る、ブロックが1個生まれるまでが平均10分。そうなるようにパズルの難しさが決まっているだけ。平均なのだ。数秒で続けて出ることもあるし、1時間空くこともある。鳴らして10分よ。そして負けた人の計算は報われない。でもね、今日話すのはそっちじゃないの。違うのだ。今日話すのはパズルに勝ったのに捨てられたブロック。勝ったのに捨てられるのだ。本編の第1話で見た孤立ブロック。同じブロックの後ろに2つがほとんど同時に生まれると、一本道では片方しか残らない。あったのだ。オーファン。でも10分もあればそんなのめったに起きないのだ。ほとんどの人がそう思っているの。でも実際に測った人たちがいるわ。2012年ビットコインのネットワークにつないでブロックが世界中に広がっていく様子を丸ごと記録した研究。発表は2013年よ。鎖につながって残った1万個分追いかけてみたの。その間に169回枝分かれが起きていた。1万個の間に169回。割ると 1.69%。 思っていたよりあるのだ。そう。10分というゆっくりした設計でもゼロにはならないの。じゃあその捨てた分の大きさを測りましょう。ずんだもん、なんで測ればいいと思う？169個っていう個数なのだ。それも一つ。でも個数だとどれだけの計算が無駄になったかまでは見えないの。だから同じ研究は捨てられた計算の量を時間に換算しているの。ネットワーク全体を何秒動かしたのと同じ計算量か。その前に比べる相手を決めておくわね。ブロックとブロックの間隔。当時実際に測ったら平均で10分33秒だったの。あれ？10分より長いのだ。ここまでずっと言ってきた10分は一度決めて固定されている数字じゃないの。およそ2週間に一度パズルの難しさを見直しているの。掘る計算力が増えればブロック間隔は10分より短くなって次の見直しで難しくなる。減れば長くなって次の見直しで優しくなる。平均が10分になりたくてその周りを行ったり来たりしてるのだ。そう。そしてこの研究が測っていた時期は掘っている計算力が減っていたの。だから平均が10分33秒まで伸びていた。秒にすると633秒ね。じゃあ話を戻すわね。この633秒と比べる捨てられている量の方を見ましょう。あれ？その633秒ってみんなに届くのを待ってる時間なのだ。それが違うの。届くのはずっと早い。ほんの数秒よ。でもね、その数秒がちゃんと効いてくるの。ブロックが1個生まれてから世界中に行き渡るまでの間、まだその生まれたブロックを知らない人はすでに終わったことを知らずにパズルを解き続けているの。その知らない人が残っている時間を全部集めるとブロック1個につきネットワーク全体を 11.37 秒動かしたのと同じ量。633秒分動かして無駄が 11.37 秒分。割合にすると 1.8%。 その 11.37 秒の間に他の誰かが掘り当てるとそれが枝分かれになる。さっき数えた 1.69% とほとんど同じなのだ。そう。伝わる速さから計算した予測と実際に数えた回数がほぼ同じになった。まぐれじゃないわ。ちゃんと説明がついてるのだ。そして残った方、持っている計算力のうち実際に鎖を伸ばすのに効いている分、これを実行計算力と呼ぶわ。当時の値は 98.2%。 10分間隔でも鎖を伸ばす力は100じゃないのだ。ではここから思考実験をしましょう。ビットコインのルールは一切変えない。一本道のまま一番長い鎖を正しいとするルールのまま。変えるのはブロックが生まれる間隔だけ。10分を10秒に、そして100ミリ秒に。100ミリ秒6000倍なのだ。一つ条件を決めておくわね。2012年のあのネットワークのまま間隔だけを変える。ネットワークってさっきのほんの数秒のことなのだ。そう。
ブロックが届くのにかかる時間ね。あれはネットワークの作り方で変わるの。2012年のビットコインを測ったら、そうだった、という一つの実測値。だから、思考実験で借りるのは、数字じゃなくて仕組みの方。今日の答えは、2012年のビットコインを、そのまま早くしたら、に限った話、それ以上には広げないわ。まず、ブロックが生まれる間隔を、10秒にしてみましょう。当時の実測だと、ブロックが世界中に届くまでの時間は、その人がどこにいるか、回線がどれだけ太いかで幅が出るの。だからここからは、中央値の 6.5 秒を基準に見ていくわね。それを前提にすると、10秒のうち 6.5 秒はまだ配ってる途中なのだ。そう、その 6.5 秒の間に誰かが掘り当てれば、枝分かれ。実測から計算すると、枝分かれが起きる確率は 48%。1.69% が48。ほぼ2回に1回、枝分かれが起きる。10分の時の28倍よ。桁が変わってるのだ。じゃあ、次は100ミリ秒。届くのに 6.5 秒かかるのに、0.1 秒ごとに次のブロックが生まれる。届く前に65個もブロックが生まれるのだ。世界中が前のブロックを知らないまま掘り続けることになる。枝分かれの確率はほぼ 100%。ほとんど全部が孤立ブロック。でもね、ずんだもん。この計算、途中で壊れているの。壊れてる？さっきの実行計算力をもう一度思い出して、633秒の間隔から 11.37 秒を引いて、残った分が実際に効いている分だったわよね。あれができたのは、ブロックが生まれる間隔の方が捨てる時間よりずっと長かったから。でも100ミリ秒では、捨てる時間の方がブロックが生まれる間隔よりずっと長いの。0.1 秒から 11.37 秒を引くのだ。やってみると、マイナス 11.27。残りがマイナス？そんなの答えになってないのだ。そう、実行計算力が減ったんじゃなくて、この測り方がもう使えないの。その時点で、鎖として破綻している。100ミリ秒は誰が見ても壊れているわね。計算が答えにならなかったのだ。じゃあ、そこまで短くしなければ大丈夫なのか、短くする度合いの問題なのかしら？さっきの 98.2%、あれは誰の実行計算力だと思う？誰のってネットワーク全体なのだ。正直に掘っている側の実行計算力よ。ということは、攻撃しようとしている側はこの計算力の目減りを受けないの。なんでなのだ？攻撃者は自分のブロックを他人に配る必要がないから。こっそり自分だけの鎖を伸ばしているその攻撃者の世界では届くのを待つ時間はゼロでいいの。あ、ぶつかる相手がいないのだ。そう、遅れは正直に掘る側にだけ影響する。この差はその研究が計算まで済ませているわ。正直な側の実行計算力が 98.2% なら、その半分 49.1% を持った攻撃者がいつかは記録を書き換えられる。51% じゃないのだ。51% 攻撃という言葉は遅れがゼロの世界の話なの。現実だともう少し少なくて足りるのだ。10分でもそうだった。その 1.8% が捨てられているから、正直な側は 98.2% しか実行計算力を出せていない。だからその半分で足りるの。じゃあ100ミリ秒にしたら、正直な側の実行計算力だけが落ちていく。攻撃する側は落ちない。攻撃に必要な計算力は下がり続ける。早くすればするほど攻撃が安くなるのだ。そして正直に掘っている人ほど報われなくなるの。ここにもう一つ影響があるわ。早くすると計算力が大きいマイナーほど得をするの。どうしてなのだ？自分が見つけたブロックは自分にはもう手元にあるから、配り終わるのを待たずに次の計算を始められる。あ、それ本編の第2話で聞いたのだ。そう、ブロックが生まれる間隔のうちどれだけがまだ配ってる時間か。10分なら633秒のうちの 6.5 秒、ほんの 1%。でも10秒なら10秒のうちの 6.5 秒、65% よ。10秒にしたら買った人だけがブロック生成間隔の 65% も先に走り出せるのだ。そう、そして計算力が大きいほど、かつ回数が多い、先に走り出せる回数がそのまま多くなるの。受け取る報酬が持っている計算力の割合より多くなる。小さいマイナーは少なくなる。小さいと割に合わなくなるのだ。だから一人で掘るのをやめて大きいところに混ぜてもらうようになる。早くすることが集中を呼ぶ。さて、ここで意地の悪い質問をするわね。枝分かれを減らしたいならどうすればいい？ブロックが届くのを早くするのだ。そう。じゃあ
一番確実に早くする方法は？近くに集まる？全員が同じ建物の中にいれば配り終わるのは一瞬。枝分かれはほとんど起きない。実行計算力は 100% に近づくわ。じゃあ100ミリ秒でも動くのだ。鎖としては動く。でもそれはもう世界中の誰でも参加できる仕組みじゃない。一箇所に集まっているならそこが止まればネットワーク全体が止まる。記録を守っている人がその部屋の中にしかいないから。早くするために守る方を捨てることになるのだ。じゃあ逆から聞くわね。一番速さが出ないのはどんな状態だと思う？みんながバラバラにいるとき？そう、計算力がたくさんの人に同じくらいの距離でよく散らばっている状態。一番散らばっているのが一番遅いのだ。そう、分散は速さにとってマイナスに働くのよ。そしてプルーフオブワークはそのマイナスの方を選んでいる。わざとなのだ。集まる方を選べば実行計算力は上がる。でも誰でも参加できるという前提が消える。速さと誰が参加できるか、この2つは同じ天秤の両端なの。第0話のトリレンマ、ここにも顔を出すのだ。最後に10分に戻ってみましょう。ブロックが生まれる間隔は633秒、届くまでが 6.5 秒。間隔の方が100倍くらい長いのだ。その差が実行計算力 98.2% を作っているの。配っている途中で次のブロックが生まれる確率を下げる、そのための余白なの。一番時間がかかる人に届くまでどれくらいか、その遅れの上限よりブロックが生まれる間隔を長くしている。サトシは臆病だったんじゃないのだ。10分のブロック間隔がその遅れの上限を包んでたのだ。そう、だから間隔を縮めるというのは単に早くすることじゃないの。安全でみんなが参加するためのその余白を削るということ。削り切ったら鎖じゃなくなるのだ。ずんだもん、一番最初ゆっくりって言ってたわね。僕、あれは遅いって意味で言ったのだ。でも違ったのだ。世界中の誰でも参加できて攻撃が高くつく、そのための長さだったのだ。そうよ。しかも10分でも 1.69% は捨てている。捨てるのがゼロじゃなかったのだ。そう、捨てる量が許せる範囲に収まる、その一番短い間隔、それが10分だったの。それを100ミリ秒まで縮めたら正直な側の実行計算力だけが目減りして攻撃が安くなって集まった人しか参加できなくなるのだ。一本道のままで打てる手はそこまでだった。早くできなかったんじゃなくて、早くすると別のものが壊れたのだ。10分は答えだったのだ。今日もたくさん勉強になったのだ。そう、じゃあこれからもまた他のこともたくさん勉強していきましょう。投資の判断はあなた自身でね。